面白いよね。みんな常識とか過去の思い込みとかいろんな幻想にとらわれるんですよ。だってお坊さんとはどうあるべきかってそもそも誰が決めたんだって話じゃないですか。例えばお坊さんって、私も髪の毛短くしてますけど、今はねそれはお坊さんだからっていうのよりも髪の毛ね伸びてくるともう若干白髪が混じったり頭の中央が結構薄くなったりしてるので伸ばしていくとねかえってかっこ悪いんですよね。だから切っちゃった方がいい。でお釈迦様は実は頭剃髪しておられるお釈迦様の絵とか探しても見当たらないんですよ。なんか裸髪っていうんですけどボツボツの頭のねお釈迦様の絵しか見当たらないと思うんですけど、とにかくね仏教が言う空の世界というのは自分の思い込みとか幻想っていうことにとにかくこだわったりとらわれたりしないということなんですね。思いはある。だけど思いにとらわれない。規則はある。でも規則にとらわれすぎてはいけない。ね、で例えばお坊さんって言ったら禅のお坊さんは座禅をしてってずっと座禅をってやるんですけど、じゃあ座禅ずっとやり続けて悟りを開いたお坊さんがいっぱいいるのかというと全然そうでないっていうことは、私たち散々禅宗として修行をいろいろしてきて思うところじゃないですか。で例えばその念仏にしても何でもそうなんです。だからお坊さんってこういうもんでしょって誰が決めたんだっていう話なんです。でそのいろんな思い込みとか常識とかね過去の知識とか経験とかでそういう思いにとらわれてこうでなければいけないっていうふうにしてそこに縛られていくと苦しみの世界になっていくんですね。で本当の意味でその自由に生きるって自分によって生きる、自分を頼りに生きていく、そしてその自分がいろんな言い方されます。検証していくとか悟りを開くとか知恵を得るとかね、いろんな言い方をこれまでの過去の人たちがその悟りを開いた人たちにしてきたんですけど、じゃあ悟りって何かって誰も説明できないし、悟りってじゃあどういう人が悟りに至ったのかなんていうことを言える人っていないと思うんですね。だけど、私がいろいろと今感じていることっていうのは何かっていうと、自分自身の思い込み、他人の思い込み、自分の幻想、他人の押し付けてくる幻想、そういうところから自分自身を解放して、でもやはり周囲と調和しながら自分の持っている仏性というものを精一杯発揮して生きていく。本当にそのとらわれのない境地っていうのはどういうことなんだろうって思うと、その今のあり方に至ったわけですよね。その自分の地位とかポジションとかお坊さんのというイメージ、そのイメージに自分を沿わせようと思ってると、そうするととっても苦しくなってしまうんです。だけれどじゃあ自分が今そういった地位とかそのいろんな幻想とかっていうものに縛られずにあるがままに生きてるっていうことによってそんなに周りの人と衝突してないと思うんですよね。でしょ？でということはそれなりに皆さんと調和を保ちながら生きていくことができているのかなっていう気がしてるんですね。だからもちろんお経も読むし座禅もやるし、その場その場で、立場役割みたいなものもやっぱりあるから、だからいろいろなあり方っていうのをその場その場に合わせてやっていけばいいだけの話で、別に皿洗いをしたっていいし、雑巾がけしたっていいし、洗濯でも自分でやりたければやるし、
っていう自然なあり方を自然にしてるっていうだけですね。